酒はそうだお。飲んだ後は後悔ばっかだ。例えば家で飲みすぎたら、普段は天使なオイラも気分が良くなって、トイレの後に見てくれ、すごいものが出たお。と会社の大事な取引先のクソどもに LINE を送った。何やってるんですか？マジでな、記憶が飛ぶんだお。別の日は合コンで酔って、朝ホテルで起きたら隣に美女がいて、すごかったねって言うんだお。なんで覚えてないんだお。おい酒、お前のせいだお。いい記憶は残してくれお。ムカついてもう一回、合コンに行って飲むお。そしたら次の日、80歳ぐらいのババアがベッドの隣で、全裸で頬を赤くしてたんだお。そうだお。そもそも味がいまいちなんだお。なんだったビールのあの味。マジで冗談じゃなく、冷やしたしょんべんだお。見ろ。さすがだ。ほら、片方がオイラのしょんべん、片方が泡が抜けたぬるいビールだ。おい上司のクソじじい、違いがわかるか？B 当ててみろ。こっちの方がフレッシュな匂いだお。こっちが当たりだお。ごくごく。ビール。そうか、やっぱりしょんべんはビールの味か。ああ。そう、お前は外れたんだ。お前が飲んだのはオイラのしょんべんだお。違うお。オイラにとってはこれが当たりなんだお。ビールはクソだ。うまいアルコールもある。それがこいつらだ。そう、こっちはクソうまいんだ。なあ、マジでうまいんだお。神だお。だがこいつらを飲むと毎回。ああ、随分弱いの飲んでるんだおな。とか、そんなの飲むのは大人じゃないよ。とか、アルカスのアホどもがマウント取ってくる。マジで黙れ。お前らがビールを飲もうがウイスキー飲もうが別から飲もうが、オイラは一向に構わん。ただオイラが好きなのを飲むのを止めるな。うまいんだお。何が悪い。このしょんべん飲みのアホども。お姉ちゃんもビールに偏見があるような。一番ムカつくのはな、まるとこのしょんべんみたいな液体を止められないってことだお。酒を抜くとその次の日の午後から、めっちゃくちゃマイナス思考に陥り、鬱っぽくなる。で、飲めば治って元気が出る。ウッド入りのカレーみたいなものだお。カレーは食いたいけど腹は壊したくない。もしくはババアの女体盛りだお。刺身は食いたいけど見たくない。究極の選択だおな。他にも、ごくごく、他にもデメリットがある。あ、おしっこが出やすくなるとか。それは嘘だ。変わんないお。信じるな。合ってるみたいですね。まあ、前だけでよかったです。だが寝つきが良くなるのは事実だお。行動と一緒に頭も緩くなるからだおな。今もフラフラして気持ちいいんだお。後ろも緩くなってますが。おやすみだお。うわー。最低ですね。なんでこんなのが飴なのでしょう。あ、目が覚めちまったお。ということだ。酒を飲むと寝つきが良くなっても睡眠も浅くなるんだお。そして吐きそうにもなる。お姉ちゃん、お願いですからゲロだけはしないで。フルコンボだけはどうか。安心しろ。なめんな。よっぽどのことがないと吐かないお。本当かな。ところでこのウッコとしょんべんは何なんだお。よっぽどのことがあった。フルコンボだ。頭がバカになるわ。わかったろ。酒はクソだ。そしてそう思ってるのはオイラだけじゃない。だから飲料業界は今、アルコールゼロを出して、飲めなくてもええねん。0% があるねんって宣伝してるんだ。実際のところ、酒なんて一滴でも飲んだら健康被害がある諸刃の剣だお。女のケツみたいなものだ。楽しいがハマったらやばい。そもそも酒の方が大麻より死亡率が高いしな。あ、でも今までの話って全部ビールとかですよね。ワインなら違う気が。程よく飲めば体に良さそうですし。それはワイン業界が出したエセ科学だお。一例だが1億ドル使って、ワインは体にいいとか嘘を言ったり、飲酒が健康にいいだとか、酒はほどよく飲めば健康とか、嘘の研究を書かせたエセ科学だお。ワインはある意味ビールよりクソだお。よし、見ろ。ここに4つワインのボトルがある。A のレッドタント、B のうんこ好き、C のベリの味、B のホットジューシー。このグラスの中のワインが、どのワインか当ててみろ。無理ですよ。私飲みませんし。ああ、普段飲むお前がやれ。ごくごく。これは高級な味だお。フランスのブドウ畑を感じる。さらに特別な日を祝うのにふさわしい香りと味わいがする。見事だお。B の1億円のワインだお。正解はいい。着色剤で赤くしたオイラのしょんべんだお。やったー。と見せかけて本当は着色剤で赤くしたかと3000円だ。このおっさん、あれをブドウ畑や特別な日の味とかわけわからんことを。いや、マジで言うよ。ワインは一番のクソだ。誰も味の違いなんてわからない。値段で違いも大して出ない。高いワインはマーケティングで高そうなイメージをつけただけだお。味なんて好みの問題でしかない。味がわからない。でも芸能人とか当てますよ。いや、あいつらよりも格上のソムリエと呼ばれる奴ら。ワインエキスパートですらワインの違いはわからないお。見せてやるお。2001年だお。いつもの真っ白な背景だが気にするな。ある大学の研究で何も知らせてない54人のワインエキスパートを呼んで白ワインと赤ワインを飲ませたお。さあ飲め。このワインは何か当てろ。赤は1969年、フランス産の高級品だお。当時のブドウは豊作だ。見事な一品だお。白は2001年の安物だおな。ゴミみたいな味だお。ゴミはお前。全然違うわごっぴー。実はこの研究では赤ワインは着色剤で赤くしただけの白ワインで両方同じワインなんだお。でもワインエキスパートどもは一人も当てられなかった。この世界で最もワインに詳しいはずの人たちがなんでわからないんですか？次の実験だお。一つは高級ワイン、もう一つが安物だお。どっちがどっちかを当ててくれ。
こっちは複雑で濃厚な味がするを。少なくても69年は経過した一品だな。素晴らしいよ。こっちはシンプルで安っぽい。熟成が足りないよ。ガバガバどころかスカスカ。スーパーで売ってる安物に違いない。左が高級ワイン、右が安物ワイン。お前、すごいよ。正解だお。だろ。両方同じワインだお。なのに参加したすべてのワインエキスパートどもは、誰一人見抜けなかったお。他にも2005年から始まったカリフォルニア州フェアで行われた研究でも、ワイン審査員の 10% がいい成績、10% が悪い成績を出して、ワイン評価は信頼性のクソもない結果になった。つまりワインの味なんて誰もわかりはしないお。高いワインを買うやつなんて、ホストやキャバ嬢を喜ばせたいだけのアホ、もしくはフランスに貢ぎたいだけの、かなんだお。金をドブに捨てててるのと変わらないお。ワインはクソだ。つまりお酒なんか飲むなってことですか。んなこと言ってんねよ。オイラが言いたいのは、どうせ飲むのは止められないんだ。見ろ、どったろクソみたいな腹だろ。妊娠後手腹じゃないお。酒とおつまみのせいだ。もう止められないんだお。マジでな。うまいものを食っても、飲まないと食った気にならない。それが酒だお。完全に合法ドラッグだ。が止められない。やめろなんて言わないお。でもだからといって飲みすぎて迷惑をかけたり、道路でベロ吐いたりしぶめるとに写真を載せられても、オイラの責任じゃないからな。ああ、最も腹が立つのは、最近の若い美女は飲まないってことだお。そうだろ。飲む美女はお店の子ばかりだお。でもケチりたいから結局普通の居酒屋とかで飲みに行っちゃうんだお。ごくごく。だからこんなもの飲んでもベロンベロンになってもいいことないのに。気分が良くなる美味しいもの。マジでこんなの。作ってくれてありがとうだお。よっしゃー。一発例をやるお。嫌な予感。乾杯してお姉ちゃん。こんなだけどアキラ 100% やるお。見ろよ見ろよ見とけよ見とけよ。ここまでやる必要ありますせーの。あ、失敗したお。お姉ちゃん。次はやつを探して殴るゲームするお。やめろあ、頭が痛いお。昨日は一体何があって全然覚えてねえお。あ、またションベンとゲリとゲロのトリプルテイクがです。お姉ちゃん、昨日全裸で都内ダッシュしてましたよ。なんだっけ。はい、写真です。クソ。だから酒は嫌なんだ。くっそ。しかもオイラの酔いつぶれた姿が愛人に X でアップされてるお。タック、迷惑だな。私がそれを言います？あ、よく見たら財布から6万円なくなってるお。また酔ってタクシーに。いや待って、いくらなんでも6万はない。盗まれたお。違いますよ。お姉ちゃんタクシーで出勤してたんで、迷惑料を払ったんです。そんな、嘘だお。ほら動画です。やめろお姉ちゃん、どこへ行くんですか？ブブ、やってられないお。現実逃避で飲むお。ループするじゃないですか。そうだ、飲んでる時だけは最高な気分だお。別にどんだけ飲んだって死ぬわけでもないしな。そうですか。ふふ。持っているせいです。死にかけたお。まあ、現実逃避で飲むのは良くないおな。というわけで、飲もうが飲まなかろうが、お前らが落ち込んだ時に最高に効く。酒の何億倍も効く。科学とオイラが証明したメンタルに効く方法を教えるお。最近鬱なんだけど、どうすればいいですかね？悪い、トイレ中だお。じゃあ今回は、お前らに超科学を教える。具体的には、薬を同等の効果がある方法だお。私がいつも必死に行って、暗い待合室で1時間待って、それでやっともらえてる薬と同等？超有料級の方法を4つ教える。まず1つ、CBT だお。久保田糸脳の癖を修正する治療法だお。ネガティブな思考パターンを変える。科学的に実証された超すごい方法だお。例えば、2020年の研究では、薬物療法と同じくらい効果があるとされてる。しかも長期的な回復に役立つし、一人でもできる。マジで魔法じゃないですか？魔法じゃない。ちゃんと知識を持つのが大事なんだお。とにかく、続きは概要欄から。